夕食は寝る3時間前には済ませ、リラックス効果のあるアロマを焚いて。ねえマーヤ、さっきから何見てるの？さっきも興味ある？これ友達から教えてもらったんだけど。できる女のナイトルーティン。そう、結構話題になってて、できる女を目指して真似してる子も多いんだって。ちなみにさきには何かないの？毎晩の日課とかルーティン。私？日課ってほどじゃないけど、浅村くんと一緒に生活するようになっていろいろやるようにはなったかも。浅村くんとそれってつまり、いわゆるまさかのカップルのナイトルーティン的な。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。いや、カップルじゃないから、マーヤはすぐそっちに持っていこうとする。だってその方が面白いじゃなくて、純粋に気になっただけだってば。それにわざわざ浅村くんの名前を出したってことは、二人でやってるルーティンなんでしょ？別に特別なことは何もしてないよ。普通に昨日だって。綾瀬さん、今日もいいかな？まったくしょうがないね、浅村くんは。ごめんけど、俺も綾瀬さんじゃないとダメになっちゃったからさ。綾瀬さんすごく上手だから。だからここの問題の解き方を教えてくれないかな？いいよ。その代わり私も浅村くんに聞きたいところがあるんだけど、いいかな？もちろん。いやー、綾瀬さん要領いいから教え方も上手くて助かるよ。こちらこそだよ。苦手なところを教え合えるのはいいギブアンドテイクの関係だよね。みたいな感じで、最近は毎晩浅村くんと勉強会をしてるよ。どう考えても序盤のは勉強会じゃないでしょ。意味深すぎるよ。他には浅村くん絡みでも何でもいいからさ。そうだな。あれ、綾瀬さん何読んでるの？マーケティングの本だよ。おすすめだって本屋さんで大きく紹介されてたから。へえ、そういえば綾瀬さんって寝る前に結構本読むよね。まあ読書は嫌いじゃないし、それに知ってる？寝る直前に得た知識って頭に残りやすいんだって。あと寝る前の読書はスムーズな入眠も促してくれるから一石二鳥ってわけ。そうなんだ。俺も習慣づけてみようかな。ちなみにおすすめの本とかある？おすすめか。けど浅村くんも割と本持ってなかったっけ？まああるといえばあるんだけど、せっかくなら綾瀬さんと同じ知識を共有して理解し合いたいからね。言い方がキザすぎ。あれ以来寝る前に二人で読書するのが習慣になったんだよね。最近は浅村くんのおすすめも教えてもらったりって聞いてる？聞いてる。いやもうなんか違う意味で聞いたわ。どうしよう。浅村くんの心境が読めない。どういう意図なのよ。あと他にやってることといえば浅村くんにも手伝ってもらってストレッチかな。寝る前の軽い運動ってリラックス効果があって眠りの質が上がるんだよ。浅村くんにも手伝ってもらってストレッチ？綾瀬さんずいぶん肩凝ってるね。しっかりほぐしてあげるから。よいしょ。痛い。もう浅村くんってば力込めすぎだよ。そんな甘いルーティン二人でしようものならやっぱりカップルじゃんか。ごちそうさまでした。いやカップルって一緒にストレッチぐらい普通の。ちょっとあの子の早とちり癖はどうしたら直せるんだろう。無理かな。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけ。100
やれやれ。危うくあの二人の甘いナイトルーティンに溺れるところだった。けど収穫もあったよね。寝る前の読書にそんな素晴らしい効果があったなんて。早速癒しのアロマを焚いて、いざできる女になるための読書タイムを。姉ちゃん何それ、なんかくっさいんだけど。似合ってないぞ。くさい、似合ってない。何をバカにしようって。お姉ちゃん怒ったか